J-Wave アクロスザスカイをお聞きの皆さん、こんにちは。ピアニストの住野隼人です。東京建物 Music of the Spheres、 宇宙には人には聞こえない音楽がある。このコーナーはニューヨークを拠点に活動する僕住野隼人が音楽を通した様々な出会いを語るひとときをお送りしています。今週はギタリスト市川ニトさんゲスト2週目になります。今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。市川ニトです。こんにちは。こんにちは。1月30日にファーストアルバムザ・ムーンズ・エルボー出ましたよ。リリースされたということで、ファーストなんのびっくりしてねなんか、フォースぐらいかと思ったよ。いや意外とアルバムって形で出すのがなんかすごいこう、プレッシャーというか、結構その日々昨日の自分よりも今の自分の方がいい音楽作れてるって思うタイプだから、アルバムって形でこう長い間作って一個の作品を出すっていうのがすごい向いてない、だから自分の身長に反するみたいながあって出してなかったんだけど、やっぱりアルバムって形でなんか作品を作るのはやっとった方がええな思って、はい、このタイミングでなるほどそう出すことになりまして、聞かせていただきました。あ、マジありがとう。かっこよかった。ありがとう。なんかすごいなんか円環構造というか、一つこう物語がなんだろう、円となって閉じてるような、すごくこうきっとコンセプチュアルなんだろうなっていう。そう、まさにそこはイメージして、Where I Begin っていう曲から、月をモチーフにして、本当に円環構造で締めていくみたいな、感じになったわけなんですけど、そう、ファーストアルバム、アルバムもともとなんていうかな、LINE で多分カティンにやるときにゲストで弾いてよみたいな、お願いしたことがあったと思うんだけど、インスタの DM かどっちか忘れたけど、で、今回ギタリストが結構みんなゲストで入ってくれてて、マーシンとかもね。そう。マーシンもあれ接点あるよね。同じレーベルだし、なんか一回コラボもしたことあるし。彼もあいついいやつだよね。いいやつなんていうの、すごい可愛げがあるよね。可愛げがあるね。なんかこの間その、一緒にコラボした曲がフィギュアスケートで使ってくれてるのがあって、それを見に行ったの、一緒にしたらめっちゃ日本語上手くなってて、上手会うたびに上手になってるのよ。びっくりした。そう日本語すごい上手だねって言うと、日本語でそんなことないよっていうねその謙遜の仕方がいやもうそれなのよと思っておもろいね。すごいよね。表面上の言葉じゃなくて、その裏のなんていうの、性格の部分までもうできてるからね、日本人のいやいいね。マーシンの話はそうそれで今実はなんともう今年中にセカンドも出そうって考えてて、そっちの方はもうギタリストは一回もうファーストで閉じたから、ギタリスト以外のいろんな自分のやりたい人とこのゲストに招いて、っていう形でセカンドも比較的フューチャリングが多いようなアルバムにしようとは思ってるんだけど、そこでピアノ弾いてください。弾きます満を持してじゃないけど、お願いしたいなと思って。弾きます。そんなタイミングで今日このゲストに呼んでいただけるっていう機会があったんで、めちゃめちゃいいタイミングだなと思って。いいですね。はい。というわけで今年中に出るアルバムで住野隼人ピアノ弾いてくれるんで。すげえ、なんか、もうファーストアルバムの話をしてると思ったら、セカンドアルバムの話は。いやもう早いからね、時間過ぎんの。もう私たちも30超えてますよ。超えてますね。出会った時20なのにさ。ね。もう気づけば40よ。怖くない？これ急に怖いこと言いますね。そうなのよ。結構実はホラーだと思ってたもんこれは。でもトシって一緒やったっけ？1個違ったっけ？いや多分俺が1個下なのかな。じゃあ今年で31だよね。今年で31です。40までにはやっぱりもうアルバム5つは最低出したいなとは思うし、壮大な計画ですね。そういやこのムーンズエルボーはどういうことを考えてたんですか？なんだろうな、これ別に変な話とかやばい話でもないんですけど、普段曲作ってる時とか、結構煮詰まりがち、なんかもう思考がとにかく手がもう思考に追いつかなかったり、頭の中で考えてるやりたいことっていうのはもうめちゃめちゃあるんだけど、それを表現できなかったりとか、
もう技術的な話だったり物理的な話だったりとか、まあ、そういった時にすごいこうもうフラストレーションを抱えて、で夜もうひたすらこうなんかもう頭が朦朧としてるのを覚ますために散歩するわけなんだけどでよくなんかもう星空眺めて散歩することが多くて、でなんかまあは月をよく見るんだけど、するとまあ当たり前だけど月はまあ毎日日ごとに形が変わってて、で同じ満月同じ三日月のタイミングでも見るタイミング見る時の自分によってなんか見方は違うなみたいな、っていうなんかその同じ場所に一周回って帰ってくるんだけど、別に帰ってきた時のお互いのシチュエーション、お互いっていうか向こうはなんなら多分変わってないんだけど、後年という単位で見ると、自分の方は割と変わってる、人間というすごいミクロな観点で言うと、っていうそのなんか変わってる自分がこう同じものを見る時に見上げてる時のなんかその世界のズレみたいな、をこのよくわかんない感じをすごいアルバムの世界観に落とし込みたいというか、っていう風に思って、まあファーストアルバム何年も活動して出してなかったっていうのもあって、まあじゃあこれはギタリスト1か2としての人生をまあそういった円環構造じゃないけど、っていうもので比喩してみよっかなみたいな思って作り始めたのがきっかけかな。なるほど。なんか結構、似たようなことは考えてたかも。なんか最初の「ヒューマンユニバース」っていうアルバムを作ったんだけども、その宇宙の中にいる自分、まあ、人間と、逆にその逆で人間の中にある宇宙っていうのを想像しながらで、まあその壮大な、ね、その世界宇宙という世界の中から見ると、まあ、人間という本当に小さい、時間的にも空間的にも小さい人間なわけだけれども、まあそれが何かそんな人間がこの世界に対して何ができるのかというのと、まあ、逆にその壮大なものに対して自分が影響を受けたいという気持ちがあり、まあなんかそんなことを考えていた気がするな。まあでもだからそうか、円環構造だからその月の満ち欠けみたいなところとちょうどこう対応しているわけか。そのヒューマンユニバースを作るにあたってカティーンがその一連の考えをどういう風に結論に落とし込んだのかはわからないけど、自分の場合は結局肩がつかないから、終わりのない円環構造って無限に回り続ける、でまあ相対的な話になるんだけど、宇宙に対して自分はすごい、まあ自分から見ればとても速い速度で、宇宙から見れば変わってないようなぐらいのレベルで変わり続けていて、まあでもそのなんていうの、でも回っている運動自体は動いてるっていうのは事実だよねみたいな、それは間違いない、っていうのをなんかまあ一個自分の中で解釈したんだけど、なんだろう、同じようなことをファーストアルバムに落とし込んでたね。それではそんな The Album The Moon's Elbow から一曲聴かせていただきましょう。ちょっとじゃあ表題曲の、1か2と The Moon's Elbow。
お送りしたのは1か2とで The Moon's Elbow でした。これマーシンとやってるやつだっけ？そう、これマーシン。おもろいよね。どうでした？いや、これはね、もう結構明確な彼を呼びたい意図があって、まあこの曲はさっき言った月を見上げてる時の自分っていうのが一個テーマであったんだけど、まあ自分じゃなくてもいいや、観測者と月っていう、その天体と地上の人っていう距離感を生むために、やっぱこうアコースティックギターのこう、自然、ネイチャー、土着的な音、生の音っていうのをこう地面に見立てて、生きてる生命だったりとか、で自分のギターのクリーンの音ってこうエレキ、まあ本当にエレキってまあいわゆるもう電気、もう無から生まれてる音、無というとまあ違うんだけど正確にはまあでも土着的でないそういう、なんかまあ結構幻想的な感じのクリーントーンっていう意味ではまあ天体の部分に位置するかなと思って、そこの立体的な距離感を作りたかったっていうのと、自分がハイトーンをメインで担って、話にはこの下の部分ローノートを弾いてもらったりパーカッシブやってもらったりみたいなんで、そこでのこの音程の高低差でも立体感を出したかったみたいな。なるほど、ね、そこのアイデアからまず始まったって感じ。面白いですね。そんなコラボもあったりで、ソロでもやったりで、あと、バンドもやってますよね。バンドもディオスというバンドで、はい。なんか気持ちの切り替えとかと、なんかソロでやるときとバンドでやるときとか。いや、一人でやるときはもう本当にもう自分がもう全てを決めて司ってやるわけなんだけど、そうだね。バンドは結構もう流れるかまっていう感じ。まあ結構そのメンバーの田中さすのまり、二人ともすげえもうわけわからん人間なんだけど、わけわからん人間。そう、もうコントロールもちろんできる範囲にない。まあ他人だから当たり前なんだけど、そもそもなんかもう二人ともなんかこっちがアイディア出すともそれがもういろんな方向に飛んでいくし、音楽的にもやりたいこととしても、そのなんかもうこう偶然と偶然が掛け合わさってすごい変なところに飛んでいくみたいなのがめっちゃ面白いって感じ。予測不可能な、そう予測不可能を楽しんでるみたいな。めっちゃ面白いそれが。確かにそれは俺もあるかもね。例えば予測不可能っていうか、なんかね、なんか最悪自分がいなくても音楽が進んでいく、どっかには進んでいくだろうっていう感じがね、なんかソロには絶対ないから、全部自分でね、オーケストラやってる時だけソリストが真ん中にいてさ、自分が音楽を引っ張らなければいけないわけだけど、それがなんか自分が引っ張らなくてもいい、ただ浮かんでその流される方向のまま、なんかその方向に向かってこうなんか感覚の話になるんだけど、まあ音楽って時間芸術やん。で自分が一人で弾いてる時って、こう自分が時間を作っていくというか、こう自分が時間を生んでこう引き取っていくみたいなイメージがあるんだけど、こうもうバンドとかに乗っかる時って、流れる時間に乗っかるみたいな、ベルトコンベヤーに乗っていくみたいな、そのなんか感覚のイメージない？ある。特にまあドラムベースがいって、でキーボードはピアノは基本その上に乗るわけだから、まあそういう感覚はより強くなるよね。そうだよな。リズムとかそういう時間の捉え方って面白いよね、音楽における。なんかそのインドのリズムの考え方って空間を刻んでいくみたいな。空間を刻んでいく。そう、空間を刻んで分割してそのリズムを作るみたいな概念らしくて。こうコナコルみたいな。そうコナコル大好きなんだよ俺。なんかよく複雑なさ変拍子のさ、なんかそういうの大好物なんだけど、なんかそうよく YouTube で見てる。でも結構その民族音楽だったり、まあ、国ごとに多分リズムの概念って違うじゃん。でそういうのをなんかこう調べてるのが好きなんだけど、そのなんか結構自分がやりたいなっていうか求めてるいい音楽をっていう定義の中に含まれることが、やっぱこう同じノスタルジーはノスタルジーでもいろんな国だったりこう文化だったり教育の受けた違う人間が聞くとその感じ方って全然違うじゃん。いろんな国って多分ライブしてるから分かってくれると思うんだけど、こう日本だと泣けるような音楽でも別の国で弾くとそれが楽しい音楽になる。まあこれは超極端な言い方なんだけど、それぐらい結構その聴く対象によって音楽の伝わり方も違うっていうことがあると思ってて、まあなんかその昔論文で読んだことがあるのは、そのアフリカの全く西洋音楽を聴いたことない民族に西洋音楽を聴かせた時に全然違う感情をこう感じるみたいな。そうでそういうのがある中、全人類どの文化で育っても共通してこれはこうだって言えるぐらいの
強度のある音楽っていうのを一回作ってみたいと思ってて、まあ音楽的ではないかもしれんが、なんかそのむしろこれはもう科学的実験的な考え方、それはなんか文化のあり方にも依存する話じゃないですか、音楽そのものではなくて。そうまさにそうで、だからこそこの文化ごとの違いがあるけど、対してその共通点も見つけていって、まあそれを音楽に逆に抽出して要素を分解できるんじゃないみたいな、考えたから、そのいろんな民族ごとのリズムとかを考えたりしたっていうのがあって、っていうのもその一個なんかそう思ったきっかけが、3歳ぐらいの時にそのビル・エヴァンスのワルツ・フォー・デビ聞いて無性に悲しくなったんだけど、でも3歳ぐらいで3歳でビル・エヴァンス聞いて悲しいと思うのすごいね。いや、そうなのよ。でも別に悲しい体験とか別にあるわけじゃないし、大体シチュエーションでそういうのって想起されるじゃん。実際悲しいシチュエーションで、まあ、映画とかいろんなの見て、こういうシチュエーションにこういう音楽があるからこういう音楽で聴いて悲しくなるみたいな、っていう、まあそういうのもあると思うし、その学校教育で聴いた音楽の違いだったりとか、文化的な素養、その教会でじゃあどういう音楽を聴いて育ったかみたいな宗教的な話もあると思うんだけど、でもそういうのを一切抜きにして、もう結構それってじゃあ3歳でワルツ・フォー・デビ聴いて悲しくなったって遺伝子レベルでなんか悲しくなったじゃんみたいな、根源的な話。そのだから音の配列だったりとか、そういう多分なんか超パワーのあるものもあるんじゃないみたいな、そういうあるか分からへんものを求めてるって感じ。いいね、ありがとうございますまあちょっと話は尽きないですが、そろそろお時間になってしまったので、いちかさんから改めてお知らせお願いします。はい、私いちかにとのファーストアルバムザ・ムーンズエルボー、配信中ですので、ぜひお聴きください。はい、2週にわたって登場していただきましたゲストは市川二藤さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。住野隼人がお届けしてきました東京建物ミュージックオブザスフィアス、そろそろ時間となってしまいました。ニューアルバムショパンオービット発売中です。詳しくはオフィシャルサイトなどチェックしてください。東京建物ミュージックオブザスフィアスではオリジナルロゴ入りノートを毎週5名の方にプレゼントします。アクロスザスカイのウェブサイト右上バナーのメッセージトゥスタジオからノート希望と書いてご応募ください。それでは引き続き小川沙羅さんナビゲートの J-Wave Across the Sky でお楽しみください。来週もこの時間にお会いしましょう。ここまでは住野隼人でした。